ダブルパルス、スイッチングボードの使用例に関した映像です。これがパワーデバイスのダブルパルステスト用の評価ボードです。評価ボードのスペックです。推奨 DC リンク電圧は 700V 以下となります。スペック以内での使用を推奨します。各部の説明です。ボードの下段がローサイド、ボードの上段がハイサイドとなります。ローサイド、ハイサイドの構成はほぼ同じです。これがロジック段の電源電圧端子です。5V を入力すると、ローサイド、ハイサイドのゲートドライバーに電圧がかかります。これがロジック入力段です。光信号を使用したい場合は、ジャンパーでこの両端をショートします。こちらはアクティブハイ、アクティブローを設定するための入力端子です。詳細は動画の後ろのところをご参照ください。これはドライバの出力段用の電源端子です。0、プラスの電圧だけで駆動したい場合は、このジャンパーをショートします。パワーデバイスはここに実装します。コンデンサーはここに実装します。これはパワーデバイスにかかる電圧の入力端子です。コイルを接続するためにも使えます。これはハーフブリッジの中性点です。コイルをここに接続します。これはホルトアラーム用の LED です。過電流が発生したら光ります。これはリセット用のボタンです。フォルトが発生し LED が点灯されたとき、これを押すとクリアされます。これは駆動しないパワー素子のゲート電圧をマイナスに引っ張るための端子です。VCC と VE がオープンの状態で乾電池などで接続してください。この場合、ゲート抵抗は必ずオープンにしてください。こちらがゲート抵抗接続用の端子です。ゲート抵抗段の詳細説明です。これはターンオン用のゲート抵抗接続端子です。面実装抵抗を使用したい場合は、こちらに実装します。これはターンオフ用のゲート抵抗接続端子です。面実装抵抗を使用したい場合は、こちらに実装します。ローサイドの場合、電流検出のため、グラウンドを分離しています。電流プローブのワイヤを使う場合は、ここをショートします。ボード出荷時には、ショートされています。シャント抵抗を使用したい場合は、R12 をオープンとし、R10 をショートします。これは、過電流検出用の回路です。パワーデバイスが実装されていないとき、ドライバーの動作を確認したい場合は、ドレインとソース段をショートしてください。実際の動作映像です。テストセットアップです。ローサイドを光信号で駆動する場合です。これはパルス発生器です。光信号を出力します。これはパルス発生器用の電源です。これはロジック用の電源です。5V を入力します。これはドライバ出力段の電源です。ロジック段の電源とは絶縁される必要があります。これはハイサイドのゲート電圧をマイナスに固定するための乾電池です。これはパワー素子に電圧をかけるためのコネクターです。これはコイルを接続するための端子です。ローサイドのパワー素子を駆動しますので、コイルは
このように接続します。これはオシロスコープです。ゲートの出力波形を測定します。ローサイドだけを駆動しますので、ハイサイドは乾電池でゲートにマイナス電圧をかけます。この場合、ゲート抵抗は必ず外してください。これがパワー素子にかかる電圧端子です。ローサイドを駆動しますので、コイルはここに接続します。ローサイドを光信号で駆動する場合の各端子設定です。ここにドライバ出力用の電圧を入れます。今回はマイナス電圧は使用しません。この場合、このジャンパーをショートします。光信号を入力する場合、このジャンパーを下の方へショートします。光信号はアクティブローです。したがって IN プラス端子は 5V へショートします。そして IN マイナス端子を光信号の方へショートします。ここにロジック用の電圧 5V を入れます。パルス発生器のボタンを押すと波形が出力されます。ハイサイドは駆動しませんので、ドライバ出力電源を入れないまま、乾電池でゲートをマイナスへ引っ張っています。この場合、ゲート抵抗端子は必ずオープンにしてください。ハイサイドを駆動する場合です。パワー素子の電源電圧はここに入れます。今回はハイサイドを駆動しますので、コイルはここに接続します。ローサイドは駆動しませんので、ドライバ出力電源を入れないまま、乾電池でゲートをマイナスへ引っ張っています。ここにドライバの出力電源を入れます。今回もマイナス電圧は使用しませんので、このジャンパーをショートします。光で信号を入力しますので、このジャンパーを下の方へショートします。光信号はアクティブローですので、IN プラスは 5V へショートし、IN マイナスは光信号の方へショートします。ここに 5V のロジック電圧を入れます。電源電圧を入れて、パルス発生器のボタンを押すと、信号が出力されます。ゲートをプラス、マイナス電圧で駆動する場合です。ここにプラス用の電圧を入れます。ここにマイナス用の電圧を入れます。プラス用の電源とマイナス用の電源のグラウンドは分離される必要があります。今回は乾電池をマイナスの電源として使いました。マイナス電源を使う場合、このジャンパーはオープンにします。光信号を入力しますので、ジャンパーの設定は前と同じです。
パルス発生器のボタンを押すと、信号が出力されます。出力の電圧がマイナスまで下がっているのがわかります。光信号を使用しなくてアクティブローで駆動したい場合の設定です。IN プラスは 5V へショートします。IN マイナスは左側にショートします。グラウンドの電圧を IN マイナスへ入れると出力が出ます。光信号を使用しなくてアクティブハイで駆動したい場合の設定です。IN プラスは左側へショートします。IN マイナスはグラウンドにショートします。5V の電圧を IN プラスへ入れると出力が出ます。パワーデバイスが接続されていないとき、ドライバーボードを駆動したい場合は、ドレインとソース端子をショートします。もし、ショートしないまま、入力信号を入れると、フォルトが発生し、LED が点灯されます。このボタンを押すと、フォルトはクリアされます。これは、ドレインとソースがつながっていないからです。このようにドレインとソースをショートすると入力信号を入れてもフォルトは発生しません。以上で説明は終わりです。ありがとうございました。